おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画は海の日ということで、こちら波を描いてみました。波を描いてみたという動画でございます。すごく大変そう、難しそうということで、案外描けますよ。皆さんもぜひこの動画見て頑張って勉強してみてください。ちょっとですね、ちっちゃい波とかも描いていくんですけどもね、こういうところにネチ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 描いていく。で、その波の真ん中とかも塗っていく。波を線で描いてまた真ん中を塗っていく、こういったことを繰り返しながらやっていくと複雑なこういった絵になっていきますので、ぜひ頑張って皆さん海の日ということでチャレンジしてみてください。ではそれでは解説をしていこうと思います。鉛筆ですね。HB あたりの鉛筆を使って、後々 2B とかぐらいで濃くしていきますが、下書きを書いていってますが、キャンソンボードというキャンソン紙が貼り付けられた紙ですね。に波をわわわわともう大胆にザザザザとそんなに細かいことを気にせず書いていっております。そうですね、画材のこと一つも言うてませんでしたけども、アクリル絵の具というのを使っていきます。アクリルガッシュですけどもね。透明水彩とかだと人気があるんですけどね、アクリルって書くとみんなもう見たくないとか私関係ないっていう風に言いますもんね。だからですね、サムネイルとかには書かなかったんです。すみません、サムネイル詐欺じゃないですけども、でも最後までちょっとお付き合いください。今生のチタニウムホワイトの白をドンと置きました。あんまり使い方今回変えてないです。透明水彩、これはできないと思います。白をですね、ボン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 と。で、透明水彩なんかでも例えばアクリル絵の具をこうやって白ボンボンボンとかジェストとかボンボンボンとか置いといた後に透明水彩を使ってもいいと思うんですよ。なんか本当に透明水彩しか見ませんとか、油絵しか見ませんっていう人も結構いたりしますけども、なんとなく私の動画ずっと見てきてくださっている方は気づいていると思うんですね。ある程度考え方ってそんなに変わらないんですね。ただ特性上、こうやって乾いたら取れないというアクリル絵の具を活用してみようということで、初めにこういうふうに、白いところにどんどんと置いておきましたということですね。例えばこれが透明水彩で難しい場合はマスキング液なんか使ってもいいかもしれませんね。バーンとシェンナです。イエローオーカですね。あとは青なんですかね。これはですね、後で見せておきます。イエロー、コバルトブルーですね。で、グリーン。ちょっとこのグリーンは使いませんでした。あとプルシャンブルー。後でこの辺はちゃんと説明しておきますので、そして水をたっぷり塗っていきます。マスキング液で例えば白いところを書いておいても、これは似たようなことできると思いませんか？なんか本当にね、例えばうちの旦那は和食しか食べなくて、ね、日本酒しか飲まないの、私もたまにはイタリアン食べに行きたいのにとかっていう人とかいると思うんですよね。何を言ってんだ、日本男児は日本酒しか飲まんのだみたいな感じの旦那さんとかいるかもしれませんけどね、人生損してんなと僕なんか思いますもんね。美味しいワインと美味しいイタリアンなんかね、最高ですよね、奥さんねっていう感じで旦那さんにちょっと言ってみたらどうですか？あなたちょっと小木曽先生がなんか新しいことやりなさいよって言ってるわよとかって言ってみてですね、誘ってみたらいいんじゃないですか。適当なこと言うてますけども、ということでイエローカーを混ぜたり白を混ぜたりですね、アクリル絵の具のいいところというのは乾いたら取れない、一方乾いたら取れないというのがデメリットでもありますが、ちょっとわざと暗めにしておくということをして、後で明るい色で描いていこうと思いました。ですね、もう本当アクリル絵の具ちょっと自信ないとかやったことないっていう人、あんまりおすすめはしないですけど、初めはもうじゃあ100円ショップで売ってますアクリル絵の具、青赤黄色ぐらい買ってきてやってみるっていうのも一つかもしれませんよ。初めだけですがね。できたらやっぱりある程度やっぱり色がやっぱりあんまり良くないです。私やったことありますけどもね。というふうにで、海が描けるという動画を上げておるんですけども、それ透明水彩でやってますが、似たようなこともできます。で、こういうふうになじましていくような、周りの絵の具となじましていく、刷毛ムラを少し減らしていくために、このようにふわふわふわと画面を動かしていくようなことをしたりしています。わかりますかね？新しいことをしてみるということでね、いろんなことが変わったりしますもんね。
私も初めてイタリアに行った時にラザニアを食べた時は衝撃でしたね。1998年やと思いますけど、まだ日本にはそんなにあったと思うんですけどね、若かったからそんな高級イタリアンなんで行けなかったんで、どこぞやのイタリアンとか行ってもラザニアなんてなかったですもんね。でちょっとこう真ん中のあたりも置いていきながら、何書いてるか全く分かりませんね。これ波打ち際のところ少し暗くググググっと引き締めていってます。茶色とブルーかなんかですね。で向こうに見える波のザバーンなんていうのも青だけじゃなくてうっすら透けて見えるグリーンのような感じっていうののベースとして、今ちょっと茶色と青を混ぜた暗い色を置いておきました。見せ場自体はそんなにある絵ではないんですが、こういう何気ない当たり前にある景色というのも絵にしようと思えばできるんですよということですね。この辺りで、ちょっとこの辺りに波かな、この辺りちょっとスパッタリングちょっと遊んでみたけどあんまり効果が出なかったということもやってみたりとかですね、これは白を飛ばして波のところは白のスパッタリング、白い絵の具を飛ばしていってます。チタニウムホワイトですね。後の方ではジェストというのを使ったりしますが、この辺りもスパッタリングで飛ばしておきました。まだ下地の段階といった感じでしょうかね。なんかやっぱですね、もうこれしかやらないあれしかやらないっていうとやっぱ成長が止まりますよね。でやっぱり脳みそを活性化しながら、いい絵とか巨匠の絵とかっていうのは何か私たちが思っていること以外のことを当たり前のようにやっていたり、それは物を作るということにおいてですね、こうじゃなきゃいけないっていうこととかですね、これしかできないということではなくて、何か挑戦していってる人がやっぱ新しいものを作り上げていったり、時代を作り上げていったりするわけですね。これは白い波との、境目みたいなところは少し丁寧に描きながら、平筆ですね。これ何号の筆ですか知りませんが、大きめの筆ですね。はい、よく聞かれるので、これ今使っているのは4分の3って書いてます。何ですかね、バンゴッホの平筆赤い、よく中学生とかがなんかですね、の水彩道具に入っているような筆ですよ。ナイロンの先のですね平筆を使って書いていってます。手前の暗いところもギュンギュンギュンと置きながらですね。で土台を作っていってるんですが、その時に私のこの筆の動きみたいなのは参考になるかもしれませんね。シュッと横にしたら細い線が引けたりとか、筆の毛先でトン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 書いたりとかですね、これは波のところですから波が描けるということにしといたんで、波を横のでもブルーかっていうとそうじゃない色が要は映り込んでいたりすることがあるわけですよね。何かが映ってるからその波にこういう色がついたりとか、ブルーが基本色ではあるかもしれませんが、そしてちょん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 波打ち際の砂浜に貝殻がちょん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 と落ちてたりとかするとかですね。ですね、で上の方のですね波がわーっと押し寄せているところなんていうのは空がもろに映っているのがすごく白く光っているところもありますので、そういったところはこのように書いておきます。今はアクリル絵の具、要はガッシュということで不透明、ちょっとパレットを掃除しますよ。これ1時間半で制作してますが3回やってます。3回こうやって綺麗にしてます。でアクリル絵の具はやっぱりここのところに絵の具が乾きが遅くするために、例えば、今毛先に硬い豚毛の筆の毛先に、白い絵の具をつけてポン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 と叩いております。でなんかですね、キッチンペーパーみたいに水濡らして、絵の具を出すところに引いておいたりするだけでもいいかもしれません。なんか学生がやっているのを見ましたんで、そんな方法があるんやということで、私はやったことないですが、私は結構描くの早いからですね、1時間半ぐらいで描いてしまいますので、絵の具をちょびちょびちょびっと出す人いるんですけども、表面積が小さくなりますので逆に固まるの早いですよ。だから無駄にすること多かったりするんで、案外ちょっと余分に出してあげるぐらいの方がいいかもしれません。今毛先に白い絵の具をつけてポン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 と叩いていってます。パン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 と、それでざらついた質感やら水しぶきみたいなのを描いていっているわけでございますよね。このようなことでいろんな筆さばきみたいなのでチエルというフランス語なんですが、マテリアル物質感ですね、英語で言うとをつけていっていると。でこういったことっていうのはね、なかなか透明水彩じゃできないので、アクリル絵の具で使ってみたらちょっとできるかもしれませんし、油絵の具に行くのはちょっとハードル高すぎるという方にはアクリル絵の具なんていうのも一つ手かもしれませんよ。
ね、っていうことで、ちょっとこう波のところも描いていきながら、パッと置いた瞬間っていうのは少しこう明るかったりしますけども、乾くと少しこう薄くなっていきますよ。見といたらわかるかもしれませんね。左の方からちょっとずつ薄くなってきたの分かります？置いた瞬間よりも。要は下の色とでちょっと水をこれは多めにしていったりしてます。要は絵の具の溶き方一つでも白いところの波のところなんていうのはもう生の白をバン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 と置いたり、今のところはこうブルー系をちょっと入れて水を多めにしているので、置いた瞬間はすごく目立つんですが、少し下の絵の具と馴染んでいって半透明ぐらいの絵の具を置いていくというようなことをしたりとかですね。今この辺りとかもそうですね。ちょっと水を多めにやっているので、置いた瞬間というのはすごくこう白く見えるんですけど、ちょっと時間経つと馴染んでいきます。で、そういったことによってこうアクリル絵の具っていうのは複雑になっていきますね。アクリル絵の具で描くとどうしてもペタッとしてですね、子供の塗り絵みたいっていう感じになる人もいるかと思うんですけども、旦那さんになんかお前の絵はちょっと幼いのなんて言われるかもしれません。うるさいわって言ってあげたらいいんですけど、ね、あなたに迷惑かけてないでしょ、あなたパチンコばっかりってみたいなね。なんかこういう私が勝手に思ってるなんかこうベテラン夫婦の会話っていうのが面白いという方がいたんで、今回多めにしております。僕のイメージですよ、勝手にね。うちは全くそんなことないので、私はパチンコも行けませんし、イタリアンに行きたいと言ったら連れてってあげますしね、そういう人でございます。ね、フレンチに行きたい。フレンチはちょっとね、なかなかテーブルマナーが苦手なんで緊張してしまいますけどね。ということで中継の波、大きい、仕事から小さい仕事へ少しずつ移ってきてるのが分かりますか？分かりますね。今細かい仕事もちょん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 としてます。手前の方にあるこうざわーっとして、そこになんか泡立ってるブクブクブクっていうのが泡が残ってる雰囲気を描いておこうかなと思いました。どこにでもあるような波打ち際だと思いませんか？でもそういうのもね、実は絵になるんですよっていうのをお見せしたかったんですね。美の探し方という動画があるんですけども、そういったものも参考にされると、ね、なかなかこう取材に行けないっていう人も、近くにもし海がある方なんか、旦那さんに言うたらいいんじゃないですか。ちょっと海を見に行きたいんだけども、ちょっとなんだよ、海水浴場なんか混んでるじゃないか、行ってなるものかみたいなことを言われたら、いや海水浴場じゃなくていいのということでですね、ちょろっと行ってみたら、こんな貝殻が落ちているかもしれません。波打ち際が綺麗かもしれません。そんなんだけでもね、一日がすごい豊かになりますし、作品を描くモチベーションっていうのが上がっていくかもしれませんよね。ちょっとなまってみました。英語横文字を使うなというね方もおられるかもしれませんけど、すみません。私は横文字大好きでですね、すぐ横文字が使いたくなってきます。ブラッシュストロークっていうのがすごくこういうバリエーション豊かになってきたと思いませんか？外国人っぽく言ってみました。細かい仕事ですね。これ筆何号ぐらいですかね、知らないですけどね。834円のインターネットのジャングルさんで購入した筆でございます。今日は海の日、これ公開されているのは海の日ということで、ですね、海の日行ってまいりました。ありがとうございました。ライブペイントなどもやっておりますので、そういったものもぜひ皆さん参加してみてください。見るだけでも結構ですよ。なんか生で見ているとですね、質問とかもしやすいので、よく質問される方もいるんですけどもね、そういったところで質問してもらえると助かるなーなんてしょっちゅう言うてるんですけどね、なかなかそういう人見てくれませんもんね。という感じで、ちまちま今こうね、明るいとこと波の間っていうのをちょっと強めに書くんですよ。そうするとですね、そういうところ大事ですね。物の端って大事やぞとよく言うんですけども、波と波のこう影に入っている部分のところっていうのは、境目っていうのは大事に書いてあげてください。丸筆ですね。丸筆と言わんのか、なんていうのかな。僕ら子供の頃から丸筆って言ったんですけどね、ラウドとか言うんですか。また英語使うより丸筆の方がいいですよね。もうそんなん全然興味がないのでですね、そのなんか技法の名前とかも全然興味がない人です。でちょっとこう半透明ぐらいのこうこの黄色っぽいのを置くことによって、反対色のなんていうか青っぽい感じの色とかっていうのがまた美しく見えてきたりしませんか？紙やすりを出しました。初めの頃に塗った白がちょっとうまく出てこんかななんていうことで400番ぐらいの細かいのでやったんですが、あんまり出てきませんでした。でも後で描いていく描画していく細かい描写とかしていく際に、フラッと平滑な方が、またパレット掃除してはるわこのおじさんね。紙パレットをこうやって何度も掃除していってます。朝5時何分からやってましたが1時間半ですね、お仕事がありますので、その前に、ね、動画を録画とかして、今毛先をブブブブルっとこれほらもうガガッと広げたでしょ。ガガガ中学生の寝癖みたいな感じにしたでしょ。ガッとね。
でこう豚さんの毛です。豚毛というやつですね。それでポン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 と叩いて、はい、明るいところの波しぶき的な手前にザザーっと来てるところを描いていってるわけです。まあ私は海が得意かというとそうでもないかもしれません。描くのですね。描くことに関しては。なんでかというと私は奈良県民ですね。奈良県には海がございませんのでですね、そんなに慣れ親しんで海で遊んだというわけじゃないんですが、佐賀県に来ても14年も経ちました。15年も経ちました。佐賀県には内海と外海というのがあって、要は有明海聞いたことありますか？干潟というやつ、ムツゴロウがいるとかですね、カニも取れたりカキも取れたり美味しいもんがいっぱいありますよ。佐賀県いつか遊びに来てくださいね。内海、そしてこれ行ったのは外海と呼ばれるような玄海町とか玄海原発があるとこですね、とか呼子とか辺りです。辺りの方に行ってまいりました。いろは島というところがあってですね、そこの宿にありがとうございます。スーパーチャットでいただいたお金で宿に泊まってまいりました。ありがとうございました。で、本当にその辺りにある波際をただ写真撮ってるだけなんですが、それでもやっぱりすごい綺麗ですね。ちょっとこうデジカメなんかを持ってですね、なかなかですね、スマートフォンのカメラでもそこそこ今綺麗に撮れるようになってますけど、私はだいたい絵を描くときはデジタルカメラのEOS の 80D でした。80D、ですね、を持っていきました。で、ちょっとこうシャッタースピードを上げながらバシャ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 なんていう風に撮りまして、細かい描写をしていっているわけです。この辺りまでだったら似たような表情っていうのは透明水彩でもできるかと思いますので、また機会があったら海が描けるという動画がありますのでご覧いただければと思います。という感じで今ドライヤーで乾かしていって、ここからはアクリル絵の具でしかできないことをやろうと思います。絵皿を用意しました。これはプルシャンブルーですね。で水プルシャンブルーをこのぐらいかなということで、これは霧吹きで水をかけてこんな感じでかけました。そしてグロスポリマーメディウムをなんぞや、これねアクリリックポリマーエマルジョンというものなんですけども、これは白っぽい乳白色のものなんですが、乾くと透明になります。グロースですね。艶が出ます。でこういう筆で少し平筆の大きめの、もっと大きいの用意された方が皆さんいいと思いますよ。これをグレーズと油絵の具でいうグレーズという方法ですね。透明層をかけていくことをグレーズ、フランス語で言うとグラッシュ。今ちょっとイエロー化を入れて、手前の方は少しこう黄土色的なグリーンにしていこうかななんていう風にこじゃれた感じにしてみた次第でございます。もうちょっとこの黄色くしていこうかなということですね。ちょっとずつ手前手前にグラデーション。グラデュエーションは卒業ですよ。グラデーションですね。油絵とかを描くのはキャンパスではないですよ。結構いますね。キャンパスって言ってくる人。キャンバスですね。間違えないようにしてくださいね。でちょっとずつで、今度はもう茶色、これはバンドシェンナを赤代わりに感じにして、ちょっと紫っぽい感じにならんかなっていうことで、手前の方はこんな感じにしました。で波がザザーっとしてるところというのも少しこういう風にこうもうちょっと黄土色にまた戻しましてというか、この風にグレーズをするときにちょっと色を変えていくということもできます。そうすると全体に薄いベールがかかっていくわけですね。そのベールがかかってきたことによって、下の絵の具が溝に入っていったりとか、また色が重なることによって複雑になったりであるとかっていうことが起こってきます。そしてまたスパッタリングをペッ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 って感じでどっか飛んでっちゃうなみたいな感じですけど、ペッ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 とスパッタリングで白の生の白をやってきました。こうペッペッペッってね、ペッペッてやって、こっち上の方飛んでいくなっていうので紙をちょっと置いときました。いらん紙ですね、置いといて、でペッペッペッとあんまり飛んでいかなさないようにしながらペッペッペッとやっていきました。で不透明の絵の具、要は画面全面にグレーズすることによって透明がかかったんですが、今度はまた不透明とか半透明とかっていうのをかけながら描いていく。そうするとよりですね、アクリル絵の具でしかできない、さあ波のあたり細かい一枚一枚描いていってますよ。これ何号ですかっていうのを見せたんでしょうね。もうなんかピンボケですけどね。でパッと置いた瞬間ではちょっと目立つんですが、少し時間経つと落ち着いてきます。だいたいそれで水を多めにしていってます。ちょっとグリーン系にこっちの方はグラデーションにしておこうかなということで、描いていきながら細かい波の描写なんていうのをしながら密度を上げていっている次第でございます。
ね、このザバーっと波が立ち上がっているとこなんていうのはちょっと明るくなってるんですね。反射光みたいな感じなんでしょうか。奥の方の水が透けているんでしょうか。といった感じでですね、少しずつ密度が上がってきました。爽やかな絵になったという感じがしませんか？いかがでしょうか？ちょっとずつ細かい筆を使いながらですね、そんなに難しいことしたと思ってはいないんですが、こんなもんできないわって言われるかもしれませんけどね、ぜひですね、そんな少し道具筆とかを買われるだけでも印象がガラッと変わりますよ。これはキャンソンボードというものなんで、紙自体に厚紙が貼ってあるので、水を多めに使ってもベコベコにならないというか感じでしょうかね。そして白とか手前にある貝殻みたいなもの、石みたいなものもちょっと描きながらですね、最後密度を上げ完成に向かっていきました。一番最後のところですね、少しこうアップで、見せてたり、これを1分間のダイジェストギュ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 としているところもありますので、最後までぜひご覧ください。ちょっとこの波打ち際のとこ、白がピョンと立ち上がってるところみたいなのは外側から今茶色で決めましたねとかですね、この辺りとかもよく見ると細かい波がちま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 あるんですというのを描いていきながら、やっぱ奥を描くの忘れてたわ、やばいやばいっていう感じでしょうか。後ろの方も描きながら進めていきました。またパレット掃除してるねえ、お利口さんですね、こう見るとね。で、こう生の白ポンと、これジェッソです。最後の最後にジェッソ使いました。ジェッソだとちょっと柔らかいのでですね、ポンとこう置いて、なんかこう丸みがかった、なんていうか絵の具になるというか、難しいな表現が。ですね。そうするとなんか波がふわっと飛んでるような感じにならんかなっていうことで、ジェッソを最後使いました。どうでしょうか。ちまちま描いていきながら密度を上げながら、水の絵、本当にこれだけでもね、これが例えば額縁、本当にシンプルな木だけの額縁みたいなのとかに置いてあって飾ってあってね、玄関かなんかにあったらどうですか。わあ、洒落た家やねなんていう風になりませんかね。波の本当に移ろいゆく舞い、ずっと時を同じくしない、ずっと動き続ける波、ただそれだけをね、一つの画面に留めるということだけでも絵ってできるんですよ。いかがでしょうか。こんな感じでちま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 描く部分とですね、絵の具の物質感みたいなものも画面についていきながら、中継のこういったところも描きながら、画面全体を見ながら進んでいっていることがよくわかるんじゃないかなと思います。ポンと浮いた瞬間少し強いんですけどね、後でちょっと時間経つと見てみたら落ち着いてくるんじゃないかなというふうに思います。ちま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 。ここなんかベタっともっと明るくしとこうっていうのでベタっと塗りましたね。塗った瞬間っていうのはね、ちょっとこう、落ち着いてくるので、また強くこう3層目4層目かもしれませんけども、向こうから波がザバーっと立ち上がっている瞬間みたいなのを描いていってます。ザバーっとですね、立ち上がって。で、最後ですね、こちらの方は密度をちま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 上げていっている感じを、波と波の区形の間のところをぴょんぴょんぴょんと書いてってるの分かります？で、全部が全部じゃないんですよ。いろんな形がありますから、よくやっぱり観察することですね。やっぱり写真をもちろん見ながらっていうのもあるんですが、現場でその場にね、とどまって10分15分見てみてください。ね、旦那さんに頼んだらいいですよね。海連れてってって言ってね、もうそんな俺らはもう海水浴なんかする年頃じゃないだろうなんて言われても、いや私は海がただ見たいだけなのなんていうことでですね、ちょっと車で小1時間連れてってくださいなんて頼んだらいいんじゃないですか。その晩は刺身と日本酒にしてあげてくださいという感じで、ちょっとこれは白っぽい、水を多めにした白でジャバ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 と描いていきながら、下の絵の具も半分ちょっと透けながらみたいな感じで描いて、手前の貝殻みたいな泡吹くみたいなものも描いていきました。どうですか。なかなか素敵な作品になったんじゃないでしょうか。あと30秒間ざーっとダイジェストで流してお見せしましょう。鉛筆で下書きをしまして、水全面に濡らしまして、水全面に濡らしてバーッと画面を動かしながら、スパッタリングとかしながら、この状況で何かをよう分かりませんよね。でも白とか脱ぎな筆を立てながら細かい真ん中のベロロ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 ということで解説は以上です。
ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか。皆さんもですね、ぜひですね、海の日ということで、頑張ってこういったものを描いてみてもどうでしょうかね。描けますよ。大丈夫、大丈夫。そんな難しいことじゃないです。私も1時間半ほどでこれ描いてますので、皆様もぜひ、描いて、鬼好評に送ってきてみてください。コミュニティ欄の方に写真を載せておきます。あと、ライブペイント等ですね、質問があれば遠慮なくしてください。どんどんもうすごく楽なので、口で答える方が楽なので、できたらですね、ライブペイントで、質問していただければと思います。ではではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。